今ではスーパースターとなった BTS ですが、個人の活動がメインになり、少しずつ落ち着いた生活を手に入れた BTS メンバー。7人のわちゃわちゃした姿や頑張っている姿に励まされ、元気をもらっていたアーミーも多かったと思いますが、RM も話した通り、BTS メンバーも一人の人間なので、以前よりは忙しくなく、過ごしていることだと思います。BTS は奇跡の7人とも言われ、ビジュアルや圧倒的なパフォーマンスに加え、性格の良さにも定評がありますよね。今回は、そんな BTS メンバーの性格がわかる韓国や日本でも流行した MBTI 性格診断の結果が BTS MBTI ラボ1、2で公開されているので見ていきましょう。メンバーの性格が判明。質問ごとにまとめ。全員性格が良いと言われている BTS ですが、当然のことながらメンバーはそれぞれ異なった性格を持っていますよね。長年宿舎で寝食を共にしてきた BTS メンバーですが、今となればこんなに性格が違うのに、一つ屋根の下でよく暮らしていたことだろうなどと話していたことがあります。家族のような関係性を持っている BTS ですので、お互いの性格をよく理解していますが、時が過ぎるごとに考えなどが変わるのは当たり前ですし、もしかしたらメンバー同士でも気づかなかった隠れた性格もあるかもしれません。MBTI では、外向型、内向型、感覚型、直感型、思考型、感情型、判断型、認知型などを合わせた16種類のタイプの性格がわかるとのこと。2017年のフェスタでも MBTI の診断結果を公開している BTS ですが、それ以前にもこの診断を受けているメンバーもいました。今回はどのような結果になったのでしょうか。BTS メンバーの MBTI 結果。グローバルスターな BTS ですが、今回の MBTI の診断結果は、ほとんどのメンバーが内向的な I タイプという診断が出ました。長男のジンは INTP 論理学者型。世界にわずか 3% と言われるレアな結果を出し、黄金マンネのジョングクもジンと同じ INTP 論理学者型でした。このタイプの人は、非の打ちどころがなく哲学的で、思慮深いところがあり、アイデアを探求することを好み、少人数で過ごすのが好きな一匹狼タイプだそうです。J-HOPE は INFJ 提唱者で、誠実性の高い感覚の持ち主で、面倒見が良く、周りの人を励ましながら努力を惜しまず、成功を収めるタイプ。シュガは ISTP 巨匠と診断され、このタイプは情報や事実をもとに決断し、順応性がとても高く、鋭い感性の持ち主と出ました。テテは INFP 仲介者。繊細で思いやりがあり、周りの人のためになることを常に考えていて、自分や周りの人に正直な人間でいたいと考えている人とのこと。2017年に受けた時は ENFP 広報運動家という診断結果で、このタイプは誰とでも仲良くなれることができ、友人が多いという特徴があるようですが、交友関係が広いテテなので、このタイプも当てはまっていますよね。そして、外交的だと診断されたのは、ESTP 起業家の自民と ENFP 広報運動家の RM で、BTS のリーダーである RM の結果は、アーミーにとって納得の診断結果でした。自民の結果の ESTP 起業家は、周りの人に対して影響力が高く、とても社交的で、常に交流の中心にいて、周りの人を気にかけ、何より周囲の人を楽しませることが大好きな性格です。ENFP 広報運動家の RM は、自由な精神の持ち主で、盛り上げ役になることが多く、ひとときの刺激などよりも、周囲との交流や心のつながりを楽しむことに興味を持ち、魅力的で自立心が強いとのこと。なんだか全員納得のいく結果となったのは私だけでしょうか。それでもメンバーは
このテストを受けるたびに結果が変わってしまうというのがあり、ジョングク以外は楽しむ程度で信じていないようでした。メンバーの性格を2択から検証。エゴマ論争も、メンバーは93の質問に答え、自分の診断結果を受け取りましたが、2択の質問にも答えています。その質問の回答についても見ていきましょう。友人に料理を作ったのに、自分でも美味しくなかった。なんと言ってほしい？ A、僕のために作ってくれたの？ありがとう。すごい。B、正直に味の感想を言ってから感謝する。RM が傷つくからそれでも A かなと話すと、 B を選んだジョングクは、自分で食べて美味しくないと分かっていても食べてくれるのは申し訳ないし、最後には感謝されてるので B と主張。 A を選んだのは RM、テテ、J ホープ。 B を選んだのはジョングク、シュガ、ジミンジン。テテは先に良くないことを言われたら傷つくし、その人とは友達でいられないと話しました。そこへジミンが、もしテテが作って美味しくなかったらこれなんだろう？こうして食べると思います。と可愛く回答し、見ているアーミーを悶絶させましたが、テテは笑いながらも、ジミンの行動は受け入れられないと話していました。スマホにひびが入った。故障はしてないけど、見た目が悪い。どうしますか？ A、時間を作ってすぐに修理に出す。B、操作はできるし、後で修理に出そう。これには J ホープ以外 B と回答。シュガは4年もの間、同じスマホを使っていることを強く主張し、他のメンバーも使えるならそれでいいと話しています。J ホープだけ見た目が悪いことを気にして修理すると言いましたが、他のメンバーには通じず、ジョングクやジンに機能すればいいじゃんなどと反発されました。久しぶりに休みが取れて出かけようとしています。あなたが取る行動は？ A、無計画は×。しっかり計画してから外出。B、行くところは決まってないけど、とりあえず出かける。回答する前に、シュガは、計画していて面倒になり、結局外出することをやめると話すと、それにジミンも賛同します。メンバーが選んだのは A で、テテ一人だけ B という回答になりました。テテは、ナビすらつけず出かけると話します。エゴマ論争が勃発。それぞれの主張は？ここまでいろいろな質問に答えてきた BTS ですが、韓国特有のエゴマの葉を取り分けるという際に、自分の友達、恋人と3人で食事をしていて、恋人の箸の先が友達が食べるエゴマについても平気かという問題で論争になってしまいます。ジョングクは絶対許せない。テテは軽く怒って帰る。シュガ、ジミン、RM、ジン、J ホープは気にならないという回答。ただし、エゴマを剥がしている時に、友達と恋人がアイコンタクトをとっているような行動があったら、それはダメだけど、と、可愛い演技をしながらシュガが話すと、メンバーは爆笑。韓国では、ご飯の時に、家族や恋人のお茶碗におかずを取っておいてあげたり、エゴマで包んで食べさせてあげるといった文化がありますよね。でも、論争している内容では、エゴマで包んであんするところまではしていません。箸で葉を剥がしてあげる行動のことを言っています。それでも、テテは、恋人が使った箸が友達と間接になってしまうことが嫌だということで、共感してもらおうと一生懸命状況を説明し、自分だったら少し怒って帰ると話しました。終わらない論争に、ジョングクは飽き始めてしまいますが、それでも恋人がエゴマを剥がしてあげることはダメと堅くなに主張。エビの殻を剥く話までにもなり、ジョングクはエビの殻もダメだということでした。スープは？という問いには OK だと話し、エゴマはなんで？と最後まで疑問に思うメンバーに、エゴマの葉を剥がしてあげたら手もつないで目があってそれで結婚しちゃうんですよと興奮気味に話します。これには長男のジンも
なんで、エゴマの葉は結婚まで行っちゃうんだよ、とびっくりな表情。そんな中、J-HOPE は RM に意見を聞かれると、お互いの信頼関係があれば関係ないんじゃないのと、大人なコメントをしました。最後まで、僕はダメと言い張る、嫉妬むき出しなジョングクやテテに、嫉妬されたいと思ったアーミーが続出したに違いないでしょう。まとめ、いかがでしたでしょうか？皆さんが思っていた通りの結果でしたでしょうか？メンバーが MBTI を受けたタイミングによっても結果が異なったため、これからも変わっていく可能性が高そうですね。結果が毎回変わるからあまり信じないという J-HOPE や、診断をして楽しく遊ぶことがいいというテテがいたり、最近は MBTI の結果で人を判断するということがあると聞くので、そんなことで人を判断しないで興味本位でやろうと言ってくれた自民もいましたね。また、ジョングクだけは MBTI を信じていると話し、将来また違うものが出てくるだろうから、その時はまた受けたいと話していました。MBTI 診断を受けたことがないという方は、BTS も話していた通り気軽に受けてみてはいかがでしょうか。